来週どこ行く？ラティアスリサーチ2週目の全フィールド解説。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？ラティアスリサーチ真っ最中、間もなく折り返しとなりますが、1週目の状況はいかがでしょうか。今回も全フィールド解説という名の4フィールド解説をしつつ、来週のポイントについても解説しますので、改めて来週何をすべきか、今何をすべきかなどを準備することを整理するのにお使いください。来週はニュームーンデーもありますので、皆さんが色違いのラティアスに出会えることを願っております。どうやら大福さんがバケモンみたいな色違いラティアス引いてたらしいですね。ロマンありすぎます。それでは参ります。ということで、全フィールド解説の前に来週の予定を確認していきましょう。来週はラティアスリサーチ2週目が開催されます。基本的な遊び方やピックアップなどは今週と同じですが、ボーナスの追加によってよりお祭りイベント感がありますので、忘れずに押さえておいてください。ってことで改めておさらいですが、開催フィールドは若草、ラピス、アンバー、若草 EX の4フィールドのみとなっております。基本的には来週もこの4フィールドからお選びください。ちょっとね、若草2種のフィールドアレンジが良すぎるので行きたくなっちゃいますよね。ピックアップは引き続き中ピックアップがラティアス。パルはこの動画作成時点でアンバー警告にて 50% の確率でラティアスの素引きを成功しておりますので、ちょっと中ピックアップ期待していいのってなってます。まあサンプル数2なんですけどね、これが最終的にどこまで落ちるのか注目です。皆さんはいかがでしょうか。そして小ピックアップは特殊なポケモンたちを除いたスキル得意の未進化のポケモンたちとなっております。睡眠タイプもごちゃ混ぜです。さあそしてボーナスなんですが、まず来週は大きいカビゴンが登場します。来週のカビゴンは大きいです。これ今回が初めての伝説イベントだと何のこっちゃわからないかと思うんですが、どういう理屈かはわからないんですが、伝説イベント2週目にはすでにちょっとエナジーが増えている大きいカビゴンが登場してくれます。具体的には若草 EX スーパー1相当の30万9675エナジーからスタートするものと思われます。昨年の来光炎帝水訓リサーチの2週目がそうでしたね。大きいカビゴンって言っちゃってるので、今後もスーパー1が基準となるのかなと思います。シアン EX の追加とかでスーパー1のラインが上がれば、大きいカビゴンの初期エナジーも上がっていきそうですね。そんなわけで来週はどこのフィールドに行ってもすでに31万エナジーほどある状態からスタートするはずです。まあこれにより劇的にフィールド選択が変わるということはないんじゃないかなと思いますが、ちょっと難しいフィールドにも挑みやすくなったりとか、人によってはこのエナジーの分で初日のリサーチからラティアスの素引きラインまでエナジーが伸ばせるなんてこともあるかもしれません。お行計画に影響が出るかどうか、ちょっとだけね考慮してみてください。さあそしてポケモンたちの強化ボーナスについてですが、得意なものスキルのポケモンのスキル確率 1.25 倍、通常のお手伝いで集める食材プラス1個、これが続投してスキルレベルプラス5、最大所持数プラス15、通常のお手伝いで集める木の実プラス1個が追加されます。なかなかのやけくそ強化となりますね。この強化によってラティアスのスキルレベルも6になったり、進化させただけのイワパレスとかオンバーンとかでもスキルレベル7で活躍してもらうことができます。本当にね、スキルレベルのやけくそ強化、無課金的には貴重なスキルポケモンのお試し期間でもあるかなと思うので、本当に定期的に開催してほしいなと思っております。そして木の実プラス1個がなかなかはちゃめちゃで、今週すでにとんでもなく強いラピスラズリコハンのジュカインとかクレセリアとかあたりが爆裂強化されることになりますね。木の実も食材もいつの間に育成ではない通常のお手伝いでプラス1個されますので、特に所持数の少なめなポケモンや最初から木の実 S を持っているポケモンなんかはご注意ください。言うてね、所持数プラス15個されてはいるんですが、ポケモンによってはあっという間かなと思います。ラピスとアンバーの相性のいいスキルのポケモンに関しては後ほど全フィールド解説の時に触れたいと思います。EX のボーナスは引き続き好みの木の実エナジー 2.4 倍が選ばれることとなるでしょう。 EX は今週よりもさらに木の実ガチャ運ゲーの要素が強くなりそうです。徳を積んで突破しましょう。
そんな感じでスキルのポケモンのスキル率 1.25 倍、スキルレベルプラス5、最大所持数プラス15、通常のお手伝いで集める食材木の実プラス1個となります。バケモン。もうスキルのポケモンは全員得意なものをオールにしちゃいますね、みたいな感じのお祭り強化となっております。そしてさらに最終日の眠気パワーが 1.5 倍になります。これは伝説イベントの元祖来航イベントの時の確かね不具合対応によるお詫びグッドスリープデーみたいなやつが発祥だと思うんですけど、好評だったのか以降の伝説イベントでもずっとやり続けてくれてる嬉しいやつですね。人によってはこの眠気パワー 1.5 倍を生かしてラティアス星3寝顔チャレンジをしてみるのも面白いかと思います。ラティアスどうやら星2寝顔が 1.4 億眠気パワーほどで、星3寝顔が 3.2 億眠気パワーほど消費する寝顔となっているらしいんですけれども、ラティアスのお香を使った時、まだラティアスの星3寝顔が解禁されていないランクだったとしても、この 3.2 億眠気パワーほどに届いていれば出現抽選してくれるという仕様になっております。お香を使った時は眠気パワー準拠で出現抽選してくれます。確定ではなくあくまで抽選なんですけどね。なので最終日眠気パワー 1.5 倍があれば220万エナジーくらいあればラティアス星3寝顔チャレンジができるものと思いますので、大きいカビゴンだったりスキルポケモンのボーナスと合わせて、もしねそこまでエナジーが稼げそうであれば最終日にラティアスのお香を使ってみるというのも面白いかなと思います。星3寝顔はねリサーチ報酬も多いですしね。なお EX の星2寝顔はおよそ 3.7 億ほど、星3寝顔は未だに推定値すら出てないみたいなんですが、クレセリアの EX 星3寝顔が通常星3寝顔の 2.3 倍ほどの眠気パワーになっているらしいとのことなので、ラティアスは7.4 億 7.5 億眠気パワーくらいとかになりますかね。最終日に500万エナジーくらいあればあるいはといったところでしょうか。なぜかはわからないんですけどね、 EX の伝説ポケモンの星3寝顔って通常の星3寝顔とそこまで報酬の量が変わらないのに眠気パワーだけめちゃめちゃ大きくなってるので、無理するものでもないのかなとは思いますかね。そんな感じで最終日眠気パワー 1.5 倍のボーナスがございます。さあイベントのボーナスは以上となるんですが、来週木金土曜日はニュームーンデーとなります。今回からミュウがニュームーンデーに参戦しまして、ダークライ先輩は卯の花雪原に引きこもることとなりました。こちら今後の動向にも注目ですね。ミュウも出会えれば羽毛をたくさん持ってきてくれると思いますので、出会えれば出会えるだけお得となりそうです。激運装備を整えて睡眠しましょう。またこの3日間は色違いの出現確率がアップしてポケモンたちが満腹になりづらくなります。色違いの出現確率アップはラティアスにも適用されるはずですので、来週木金土曜日はラティアスのお香を使う絶好のタイミングと言えるかと思います。それでも簡単に色違いのポケモンって出てこないんですが、満腹になりづらい機能もラティアスのゲットには有効かと思います。一説にはサブレ2枚で満腹になる、いわゆる最速満腹が起こらないなどと言われているみたいです。ちょっとねそれ以外のニュームーンデーの満腹の仕様わからなかったので、もし詳しい方いらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです。なおポケサブレの通常の調整高確率は 2% なのではと言われているみたいなので、ニュームーンデーでね運に自信のある方はポケサブレをたくさん上げてみるというのも一興かなと思います。そんなミュウが初参戦となるニュームーンデーが来週木金土曜日です。イベント類やボーナスはそんな感じで、それ以外の追加の要素でいうと2週目のミッションの追加とイベント交換所にお安いサブレとお香などが少量追加されるみたいです。クレセリアイベントの時は2週目のミッションで全部で240個分羽毛が手に入りました。でサブレとお香はお香が2つ、サブレも2つ追加されて、お香は1つ70羽毛、サブレは1つ50羽毛でした。でこれちょうど合計240羽毛となるので、ミッションの分で全て交換できるようになっているのかもしれません。また万能飴 S が10個追加されていたりもしましたね。その他フレンド機能が解禁されていないリサーチャーの皆様には70羽毛追加でプレゼントあるはずです。このあたりもアイテム交換計画に組み込んでみてください。ってことで長くなりましたのでざっくりまとめたいと思います。ラティアスリサーチ2週目、
ミッション追加、オコートサブレ追加、カビゴンはでかい31万スタート、スキル得意はやけくそ強化、木金土曜日ニュームーンで、日曜日は眠気パワー 1.5 倍。そんな感じで楽しんでいきましょう。さあ、それではお待たせいたしました。ここからはイベント2週目の全フィールド解説やっていきたいと思います。で、今回もまずはシアン、トープ、ウノハナ、ゴールドがラティアスリサーチが開催されておりませんので、基本必須衣装となりますが、唯一ウノハナだけはニュームーンデーでダークライ先輩が出現しますので、毎月ダークライに出会わないと禁断症状が出るという方はご検討ください。一応ね、運営さんも今後もっと出会いやすくしようか検討してみるやでーとは言ってくれております。ってことで、ウノハナはニューが出現せずダークライが出現します。さあ、それでは残り実質4フィールド解説、若草本島から順番に参りましょう。ってことで、まずは若草本島。若草の注目ポイントはやはり初心者におすすめ、 EX の解放が狙いやすい、木の実ガチャ、美女がいい、こんな感じかなと思います。まず若草、やはり初心者には安心しておすすめできるフィールドかなと思ってます。イベント2週目はおよそ31万エナジーほどからスタートすると思われますので、ほぼマスター5スタートとなります。マジでカビゴンがでかいです。初日からポケモンも8匹出現してくれますし、スキルのポケモンもピックアップ非常に多いので、ラティアスの羽毛をしっかりと集めることもできるかなと思います。またイベント2週目はスキルレベルプラス5ということで、それこそもうとりあえずゲットしたウソ8をウソッキーに進化させて編成しておくだけで、エナジーチャージ M レベル7でガチの初心者の方でもめちゃくちゃエナジーを稼ぐことが可能かもしれません。ラティアスがお香なしで出現するかもしれないのがおよそ5000万眠気パワー、スコア100でマスター10くらいからはいわゆる素引きが発生することもあるかなと思うので、若草のフィールドボーナスが高めでエナジーチャージマンがたくさんいたりすれば、それくらいはねサクッと到達できるかもしれませんよね。またもし目指せそうな方はこのタイミングでマスター18を狙ってみるのも一興かなと思います。およそ217万エナジーでマスター18に到達するんですが、そこまでいけると若草 EX が解禁されます。またそこまでいければちょうど最終日の眠気パワー 1.5 倍でラティアス星3チャレンジもできるかもしれません。そんなわけで31万エナジーのボーナスをうまいこと使えるかどうか検討してみてください。そんな若草最大の懸念はやはり木の実ガチャとなりますでしょうかね。スキルのポケモンの木の実までもがプラス1個されるイベント2週目は木の実がヒットするかどうかでエナジーの稼ぎやすさ大きく変わりそうかなと思います。もしね初心者でドラゴンになったらラティアスを編成してみるというのも悪くないかもしれませんね。逆にもうエナジーチャージ軍団で挑むぞとなれば木の実の影響はそこまでないかと思うので、ウソッキーとか電流とかオンバーンとかを大量に編成してスキルのパワーを思う存分味わってみるのも今回のイベントならではかなと思います。そして若草本島、今回フィールド選びにおいてとても大きい要素としてフィールドの美女がめちゃくちゃいいみたいなんですよね。若草本島古びた庭園になっているみたいで BGM とともにもうなんかめちゃくちゃ粋な感じになっております。趣すぎてますね。もうねラピスもアンバーもあの美女で良かったんじゃないでしょうかね1周目にね若草に行かれている方はもう見慣れているかなとは思うんですけれども、今しか行けない古びた庭園マジでちょっと行きたいなと思っております。 EX でも古びた庭園行けるみたいなので、私はそちらで堪能しようかなと考えております。そんな木の実ガチャがネックだけど全てを無視して破壊できるかもしれないエナジーチャージ法との相性は最高な若草本島でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスの注目ポイントはおすすめ度ダントツ、相性のいいポケモンが多い、リサーチの頭打ちが早い、マスター20狙いがしやすい、新ポケモンのお試し期間にも最適、こんな感じかなと思います。まずイベント1周目で最もおすすめのフィールドに挙げたラピスなんですが、2周目の方がおすすめできるんじゃないかってぐらい要素もりもりだったりしますね。もうねポケモンたちがマジで強いラピスで木の実一致のスキル得意ポケモンたちをピックアップするとこんな感じになるんですがね、もう樹海なんて本当にあなたが木の実もう1個プラスされたらインフレすごすぎますよねポケモンですし、クレセリア、エーフィー、サーナイト、エールレイドもめちゃめちゃ強いですし、
ルカリオやリーフィアですらエナジー担当として起用できるかもしれないくらいスキル得意の層が厚いフィールドとなっています。ソーダンスはね、さすがに足が遅いので木の実プラス1個の恩恵がそこまであるわけではないんですけれども、これだけ相性のいいポケモンがいるので、メンツが揃っていれば料理が適当でももうなんかすごいエナジー稼げそうだなと思います。で、ラピスのフィールドボーナスがまだそこまで上がってないですっていう方でも、本当に樹海院、エーフィー、サーナイトとかがいたら下手に若草に行くよりエナジーを稼げる可能性あるんじゃないかと思うので、ちょっとねツールとか回してみるといいんじゃないかなと思います。で、ミュウもスキル得意の強化を全て受けることができますので、場合によっては即戦力としての採用もあるかもっていう感じですかね。で、ポケモンの強化に関して1点注意点なんですけど、木の実と食材がプラス1個になるのは所持数が埋まるまでの間の通常のお手伝いとなりますので、いつの間に育成にならないようにそれなりにタップしてあげることを心がけられるとより良いのかなと思います。一応所持数プラス15個があるので、所持数が埋まりきるまでの時間って、ポケモンによるんですけど普段とそこまで変わらないみたいではあるんですが、木の実 S の樹海院とかエーフィーとかルカリオとか普通のクレセリアとかでも所持数が埋まるまでがもともと早いポケモンたちは、普段ねなかなかタップできない方も隙間でタップしてあげるとイベントの恩恵は受けやすいのかなと思います。そんなわけで相性のいいポケモンが多すぎるので、ある程度ねフィールドボーナス低めでも突撃する価値はありそうなラピスラズリ湖畔なんですけれども、懸念があるとするとリサーチの頭打ちが早いということが挙げられるかなと思います。すでに今週樹海院、ムシャーナ、バターモの顔をよく見ているという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。以前アップした夢のかけら期待値の動画では、ラピスラズリ湖畔およそ4億眠気パワーくらいが頭打ちなんじゃないかっていうお話をしたんですが、今回のイベントピックアップが進化していないスキルのポケモンであるというのに加えて、フレンドポイント16の無進化ポケモンってデデンネしかいないので、多分ね普通のリサーチより頭打ちポイント早くなってると思うんですよね。もしかしたらもう3億くらいで相当怪しくなってるかもしれませんね。さらに4億とか5億とかまで上げていくと、伝説のポケモンたちに若干出会いやすくなったりとかするかもしれないみたいな感じなんですけど、伝説のポケモンって2匹同時には出現しないっていう謎の制約があるっぽくてですね、ラティアスのお香を使った場合っておそらくその時点でリサーチでは伝説のポケモンたちが抽選されない的な何かしらになってると思うんですよね。その分の期待値みたいなところも消失してしまうはずなので、マジでラピスめちゃくちゃエナジーを稼ぐ意味ってそんなにないんじゃないかなとは思ってます。例えば分割まで含めてラティアスの素引きを狙うんだとか、そういう場合にはね有効だと思うので、そちら人によってご検討ください。いや本当にラティアスの素引き確率を公開してほしいなんか 30% ですが教えてもらえるとねとてもありがたいんですけれども、もしね素引き確率高いのであればラティアスのお香に羽毛を回すよりはサブレに回してゲットを狙ったりもねできるかなと思うので、いつかやってほしいんですけど、絶対いつまでもやられないとは思いますそんなわけでエナジーが非常に稼ぎやすそうな一方で、リサーチの頭打ちは普段よりも早く訪れてしまいそうだなというラピスなので、ぜひねちょっと今週ラピスに行かれている方はどんな状況かというのをまずコメントでお教えいただけますと幸いです。そして最後のポイント、新ポケモンのお試し期間に最適ってことで、エナジーを上げ続ける意味が薄い可能性があるので、例えばね素早く400万エナジーとかまで上げることができたら、以降はスキルレベルプラス5を活かして使用感の気になっていたスキルのポケモンをお試し採用してみたりとか、のんびり料理のレシピレベルを上げてみたりとか、ミュウで遊んでみたりとか、ルカリオで夢のかけらを集めてみたりなんていう感じでまったり過ごすっていうのもおすすめかなと思います。そういう意味でね自由度も高いんじゃないかなと思うんですよね。でマスター20が520万エナジーほどとなっているので、いけそうな方はこのタイミングでタッチしておいてもいいんじゃないかなと思います。といったところでラピスは相性の良いポケモンが多く非常にエナジーが稼ぎやすそうな一方で、リサーチの頭打ちはむしろ速くなっていそうなので、
ラティアス素引き狙いをするもよし、それを逆手にとってポケモンのお試し期間にするもよし、うまいことバランスとって遊んでみてください。まだフィールドボーナスがあまり上がっていない方でも相性のいいポケモンがいればゴリ寄せる可能性もあるかなと思うので、やはりおすすめ度ダントツかなと思っております。てな感じで、所持数あふれやリサーチの頭打ちも気にしつつ、今回もおすすめなラピスラズリコハンでした。お次、アンバー渓谷。アンバーの木の実一致スキルポケモンはこんな感じです。アンバー注目ポイントは、無進化ポケモンが多い、リサーチの質が良くなりやすいとかなと思ってます。アンバーでももちろんスキル得意の木の実プラス1個は強力なんですが、相性のいいポケモンがあんまり多くないんですよね。エナジーを稼ぐという意味では相性いいのがオンバーン、ラティアスかなと思うんですが、木の実のエナジーはレベルの高さに依存しますので、十分に育成できる人がどれだけいるのかといったところでしょうかね。普通に強くて快適になるみたいな感じで、ラピスほどのインパクトは感じないんですけれども、他のポケモンたちもね、いかがでしょうか。そんなアンバーの魅力は、ラピスにはない無進化ポケモンの多さかなと思います。ピックアップの無進化ポケモンたち、ツボツボ、ヘラクロス、プラスル、マイナン、トゲデマルと多い上に、ヘラクロス以外はかなり新しいポケモンたちなので、リサーチ報酬もバッチリだろうなと思います。で、ニュームーンデーの色違い出現確率アップでヒットしてくれても、フレンドポイント的に嬉しいポケモンたちかなとも思いますね。なので、1周目に引き続き、厳選やリサーチ報酬の多さみたいなところがアンバーの魅力の中心なのかなと思います。最終日の眠気パワー 1.5 倍もそれなりに活かすことができるかなと思いますね。そんなアンバー渓谷でした。さあ、それでは最後、若草 EX。若草 EX の注目ポイントは、色違い、美女、木の実ガチャ、羽毛の量は控えめかも、リサーチの頭打ちはほぼなし。こんな感じかなと思います。まず2周目の若草 EX は何といっても色違い狙い。このロマンに勝るものはないのかなと思います。なお EX でニュームーンデーだったとしても、3日間で色違いが1匹も出ないなんていうことは割と普通のことなので、出ないです。普通は。それがたまたまラティアスなんてことそうそう起こらないんですが、私、昨年のホリデーで色違いのライコをゲットすることができましたので、徳を積みましょう。この動画にグッと押していただけると運のお裾分けがあるとかないとか、ないんですけどね。あるかもしれませんので、ぜひとも色違い狙い、徳を積んで挑戦してみてください。そしてビージュ。こちらもビージュ。爆裂好きすぎていいじゃんということで、アイコンは特に変わっていないんですけれども、若草本島と同じ装いで合ってますかね、そうなっているみたいです。こちら非常に楽しみですね。といった、ロマンの部分はさておき、EX の鬼門は何といっても木の実ガチャ。これに尽きるんじゃないかなと思います。EX のボーナスが好みの木の実エナジー 2.4 倍でほぼ確定でしょうから、特にスキル得意のたくさんいるタイプの木の実や木の実得意が育ってる木の実のタイプを引き当てられるのかどうかっていうところにかなりのウェイトが乗っかってるかなと思います。電気、エスパー、あとはね、育成している方は木の実バースト勢の木の実を引けたら嬉しいといったところでしょうかね。電気はね、スキルのポケモンがめちゃくちゃ多くて、デデンネだったり、パーモットだったり、日常的に使う重要どころのスキルも抑えられたりとか、エスパーはラピス同様なんですが、クレセリアやサーナイトがいれば、元気オールを安定して使ってもらえそうですし、エナジーも貢献してもらえそうです。で、スキル得意という面で外れになりそうなのは、地面タイプでしょうかね。地面はね、スキル得意まだ1匹もいないんですよね。が、フライゴンとラグラージがいれば、外れということはなさそうです。そんな感じで、木の実ガチャもかなり運の勝負となりますので、皆さんがいい結果になることを願っております。私も頑張ります。で、EX の大変そうなところ、もう一つは、羽毛の量がちょっと少ない可能性があるというところですね。EX は1匹のポケモンが大きく眠気パワーを使えてしまうフィールドなので、なかなか全体としての羽毛の量が増えていかない傾向にあるかなと思っているんですが、こちらも今週 EX に行かれている方いらっしゃいましたら、どんな感じかお教えいただけますと幸いです。そして EX のメリットといえば、
リサーチの頭打ちがほぼ存在しないことですかね。10億眠気パワーくらいまではなんやかんや使い切ってくれるみたいですが、こちらもこちらでピックアップは種ポケモンのみとなっていますし、ラティアスのお香を使うのであれば伝説の抽選はなしということになるだろうということで、下振れはしやすいのかもしれませんが、ラピスとはわけが違うだろうなとは思ってます。といった色違いのロマンと木の実ガチャの運試し、若草 EX でした。といった全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。ぜひね、本当に今週の様子もコメントでお教えいただけますと、生きた意見として参考になりますので、ラピスだいぶ下振れてるよとか、ラティアスの素引きめちゃめちゃできてますよとか、思ったこと何でもコメント頂戴できますと幸いです。ちなみに今週アンバーに来ているパルなんですけれども、アンバーはね、本当にまあまあいつも通りですね。ピックアップスキルのポケモンが多いなぐらいですかね。ラティアスのお香と一緒に幸運のお香、仲良しのお香を使うことにしてるんですけど、そこでね、ラティアスに当たらなくてもツボツボとかトゲデマルとかに当たったら嬉しいじゃないですか。まあトランセルとかにねなったりもします現場からは以上ですね。 OK、 それではね、大切なイベントとなりますので、年には年後ということで、最後に改めて来週のことを確認してこの動画を終えていこうかなと思います。ラティアスリサーチ2週目、ミッション追加、お香とサブレ追加、カビゴンは大きいです。31万スタートで、スキル得意はやけくそ強化が入っておりまして、木金土曜日ニュームーンデー、日曜日は眠気パワー 1.5 倍です。皆さんが色違いのラティアスに出会えることを祈っております。そんなラティアスリサーチ2週目の全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなりますし、徳も積まれて一石二鳥ということで、お手数ではありますけれども、良かったと思ってくださいましたらグッドボタンよろしくお願いいたします。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。で、最後にね、ちょっとしたお話なんですけれども、来る4月12日日曜日、敬愛するバンドバンプオブチキンのボーカルギター藤原元夫さんが誕生日となっておりまして、私古の頃よりお祝い申し上げておりましたんですけれども、なんとたまたま私も同日4月12日誕生日となっておりまして毎年この時期だけ Amazon の欲しいものリストを公開させていただいております。これは本当に得とは一切関係ないです。私が得するだけの話なんですけれども、仕方ないなと、もうちょっと応援してやろうと思っていただけましたら、概要欄コメント欄から何かしらご支援賜りますと、ダイレクトに私の QOL が上がるということで、本当に余裕のある方のみ覗いてもらえたらなと思います。いや本当に昨年もね、プレゼント頂戴しまして、また1年なんとか走り抜けてこられました。これはね、間違いなく皆さんが1年間見てくださったおかげに他なりませんので、次の1年もしっかりと動画作って健康に過ごしてたくさん眠ってね、また来年プレゼントを催促できるように生きていこうと思いますので、次の1年も一緒にお付き合いいただけますと幸いです。本当にいつも温かい応援、そしてご視聴ありがとうございますね。え、なんかちょっと改めてね、こういう機会があるってね、恥ずかしさもね感じるんですけど、非常に嬉しいことだなと思うので、次の1年も頑張りたいなと思います。それではラティアスリサーチ2週間目も楽しんでいきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。みんなからの色違い報告待ってます。